こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はネザーに行って、ウィザースケルトンの頭を3つ持ち帰りました。途中、頭をゾンビピッグマンに拾われるというアクシデントがありましたが、最後には取引に応じてくれてほっと一息、という感じでした。まあほっとしてもいられないけどね。これからウィザー戦が待っているんですよね。さてネザーさんの建築材は徐々に集まってきています。ネザー水晶とソウルサンドはまだ全然足りないわね。そのうちいつか、建築材集めだけを目的にネザーに滞在することになりそうです。さてウィザー戦ですが、上位の金リンゴは2つもあれば十分でしょうか。金ブロック消費しちゃっていいの？海底神殿でも十分集まることを見込んでいます。なので、さらにもう一つ作っちゃってもいいかも。どれだけウィザーを恐れているのよ。さて色々準備が整って、あとポーションの用意くらいです。それにしても、ネザーウォートを取り忘れていたのは迂闊だったわね。普段ならとっくに見つかる程度にはネザー要塞の探索を済ませていたのですが。まあ多分、ネザーウォートは探索漏れした隅っこの隅っこにあるはずです。行き止まりまで念入りに探索してみます。屋根までネザーレンガで覆われていない通路は、今まで意図的に探索しなかったのですが、一応こっちも調べてみます。うおー、びっくりした。で、ネザーラックで埋もれていない場所も見つけました。まあさすがに一部は開けているのね。そしてこのウィザースケルトンを倒した時に、4つ目の頭を入手できました。ネザーウォートを探しなさいよ。どうもまた物力センサーが正常に作動しているっぽいです。あちこち歩いて部屋っぽいのを見つけましたが、屋根がない部屋なので。おお、そういえばブレイズスポナーは今までなかったような。これだけ明るいとはいてこれないわね。さらにもう1箇所見つけました。ついでに壊してしまいます。放置しても大して害はなさそうだけど。ブレイズが湧かなければブヒットゾンビピッグマンに襲われる機会が減るんです。さてネザー要塞仮拠点に戻ってきましたが、そういえばまだ捕獲したままでした。結局ディスポーンしなかったわね。やはり、装備を拾ったモブはディスポーンしない、あるいはしづらくなるということのようです。それにしても、もう結構歩き回っているのですが、もしかするとこのネザー要塞、ネザーウォートが生成されていないのかしら。ちょっと嫌な予感がします。もうあとありそうなのは、ネザーラックの先くらいしかなくて、天井沿いには基礎拡張がてらに探していくしかなさそうです。さすがにもう見つからなさそうよ。1分ほど掘っていたら、溶岩ラバーがありました。瞬時に松明で牽制し、その隙に丸石で防衛して対処成功です。最初から丸石使いなさいよ。さらに2分掘ったらネザーレンガの構造物が出てきたのですが、ゾンビピッグマンの巡回警備員が来たので一時撤退です。何か後ろめたいことしてたの？さてその後あちこち粘りましたが、ネザーウォートは結局見つからずじまいでした。もし本当にネザーウォートがないのなら、過去のプレイを含めても初めてです。もう一つネザー要塞探すしかないわね。一応ウィキによると、ネザー要塞は南北に整列して生成されるそうなので、探すのはそれほど大変ではないと思うのですが、気持ち的にはネザーをうろつき回るのは今はもう限界です。ポーション諦めてウィザー攻略をしてしまいます。大丈夫かしらね。かなり心配です。なので、ゲームを中断してウィキを見てみます。というわけでゲーム再開しました。今回新たな攻略方法に挑みます。まあまずは装備から。やはりダメージ軽減 4×4 が基本でしょうか。まあ無難かしらね。あと、矢の消費量が未知数なので無限の弓に持ち替えです。で、
攻略の肝になるのはカボチャと雪ブロックです。ウィザーを倒すのに、スノーゴーレム30体もいれば十分らしいんです。雪玉でウィザーにダメージが入るってこと？入るということなのでしょう。さて討伐準備が完了しました。決戦の場所に選んだのは、リスボーン拠点から掘った風車型の端っこです。ここなら直線に掘った跡がありますし、拠点からほどほど近く、地図がなくても行き来ができます。つまり一度は死ぬことを想定しているのね。まあでも、多分死なないで済むかな。ウィキに書いてあるくらいだし、効果的なウィザー対策であるはずです。で、頭の中で念入りにシミュレーションして作戦を練りました。多分ウィザーを召喚した後でスノーゴーレム量産するのは難しいです。となると、ウィザー召喚時に爆破されることを前提に、石壁を挟んだ外側にスノーゴーレムを大量配置させておけば、爆破で石壁が吹っ飛んで、スノーゴーレムが雪玉投げてくれるってわけね。うまくいくかしら。脳内シミュレーションでは完璧でした。さて構造としてはこれで完成。早速スノーゴーレム量産に取り掛かります。あれ？またレシピ忘れたのね。いやレシピじゃないです、召喚方法です。まあうすうす3段の高さが必要じゃないかと思っていました。なら最初から3段にしなさいよ。でもそのおかげで大変なことに気づきました。矢が1本はないと無限の弓が撃てません。さらに矢も忘れていたのね。まあこれも柵と矢を回収すればいいだけのことですし。今度こそ全ての準備 OK です。スノーゴーレム量産にかかります。よし。ってあれ？なんで？テリーに協力するくらいなら自害するのね。全然潔くないです。ひょっとして位置ずれでブロック埋没ダメージを受けているのでしょうか。スペースを2ブロック幅に拡張してみたのですが、やっぱり雪玉が手に入ってしまいます。で、おそらくバイオームが原因なのだと思い当たりました。リスボーン拠点は乾燥したバイオームが近かったものね。プレイ後にウィキを見たら正解だったようです。というわけで無事にスノーゴーレムの召喚実験が終了し、いよいよ本命のウィザーに挑みます。そこは違うバイオームで試すところでしょうに。もういいんです。面倒だし、半ば焼けになっています。それは何よりね。さて急遽練り直した作戦では、戦闘前に上位の金リンゴで耐久強化を図ります。そしてその後は状況の変化に応じて臨機応変に対応する、という感じです。つまり無策なのね。やはり射程範囲に姿を現しません。昔のバージョンでは素直に近寄ってきてくれるウィザーで楽だったのですが、生きがいです。と、あれ？なんかこのウィザー素直です。前に戦った時みたいにぐんぐん上昇していかないわね。はて、なんでだろう。今のバージョンは 1.8.9 なのですが、マイナーバージョンアップで昔の仕様に戻ったのでしょうか。今のノックバック何？スノーゴーレムの恨みかしらね。ダメージは大丈夫。ゴリ押しで十分いけそうです。なんという安定感。さすがエンチャントと上位の金リンゴです。ハートがほぼ減っていないわね。ウィザー効果のダメージをほとんど打ち消してしまっているようです。この分なら上位の金リンゴをもう一つ食べなくても大丈夫そうです。さて、かくして事前の努力が水の泡となり、無事にネザースターを手に入れました。まあ世の中そんなものよね。ともかく絶望していたビーコンが手に入ったのは嬉しいです。これで建築材集めが格段に楽になるはずです。序盤で手に入れてたらもっと楽だったのに。でも、今後海底神殿攻略などでも役立てるので、まだまだ利用しどころは多いはずです。そろそろ細かい実績解除も着手します。デバッグ画面が解禁できればネザーワープ設置が楽になります。さてあと、レベル4のビーコンピラミッドの建築材ですが、
今手持ちの鉱石でなんとか164ブロックに足りました。割と思い切って鉱石をばらしたわね。鉱石はまた掘り出せばいいんです。さて今回はここまでです。次回は細かい実績解除をしつつ、メサでブロックを集めつつ、冒険の時間の解除を狙っていく予定です。つまり遠征するのね。ここまで進むと、いい加減そろそろメガタイガが出てきそうな気がするんです。では次回も頑張っていきます。大抵気のせいなのだけどね。それではまたね。バイバイ。